はい、私三浦璃来の人生のサウンドトラック、1曲目は緑黄色社会のシャウトベイビーという曲を選んできました。僕木原隆一の人生のサウンドトラック、1曲目はバンプオブチキンの愛という曲です。こんばんは、三浦璃来です。こんばんは、木原隆一です。こんばんは、よろしくお願いいたします。ようこそスタジオへ。嬉しいでございます。初ラジオ。おー、テレビたくさんね、もちろんオリンピック中もですけど出られてますが、どうですか？ラジオのが気が楽ですよね。なんか初めての経験です楽しみです。そうですか、はい、ありがとうございます。そしてね、皆さんにたくさんいてもらってらっしゃると思いますが、本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうめでたいどころじゃないですね。そうですね、僕後、朝興奮して結構寝れなくってただまあそういう話は今日はもう多分いろんなところでしてると思うんで、そうですね、音楽とスケートというか、演技でやはり音楽って使われるので、どういう風に曲を選んでるのかなとか、すごくお二人の音との関わりっていうのにすごく興味があったので。ありますよね。もともとどういう音楽が好きかとか、アスリートの人って結構音楽聴いて高める人多いんで、その辺の話ができたらすごくいいなと思ってるんですけど。はい、そうですね、そんなお二方ですけれども、4月に大阪で、スターズオンアイスジャパンツアー2026という、こちらでいらっしゃるということですね。木下グループプレゼンツスターズオンアイスジャパンツアー2026、 4月4日土曜日の昼夜2公演、4月5日日曜日の夜公演、さらには追加公演も決まりまして、4月3日金曜日夜公演の計4公演が東和薬品ラクタブドームで開催されます。20周年ということなんですね。このスターズオンアイス、三浦璃来、木村隆一選手の二方をはじめ、鍵山優真、坂本花織、中井亜美、有沙龍といった、オリンピックメダリストが一挙に出演しますし、さらには吉田詩那&森田正也組、そしてレジェンド2006年のトリノオリンピックの金メダリスト荒川静香さんの出演も決定したというスーパーゴージャスなことになっておりますが、楽しみですか？はい、やっぱり試合とは違って緊張感なく滑ることができるので、とても楽しみにしています。そうですよね。やっぱり試合だとここのポイントがとか様々にこう2人でね、なんかこうエキシビジョンとはまた違いますけど、このスターズオンアイスならではのこう滑り方っていうのは、演出とかは考えてらっしゃるんですか？そうですね、やっぱり試合用のプログラムを一つお見せして、競技用のプログラムをお見せしたいなっていうふうに思って、少しバージョンは違ったものになるかもしれないんですけど、オリンピックプログラムをぜひ披露できたらいい。そうですよね。生で見てもらうと全く違う感覚になるんで、スターズオンアイス僕もずっとやらさせていただいてるんですけど、そうなんですね。スケートの削る音聞きながら見るって、なんか全然リアリティが違ってきて、テレビとはまた全然違いますよね。そうですね、お客様の位置も試合と全然違うので、そうかそうか、すごい近いですよね。エキシビションならではだと思ってます。でまたね、きっと最後に皆さんでとか一斉に滑られる瞬間とかもあるんだろうし、みんななんであんな仲いいんですかね。なんですかね。やっぱりもともと皆さん仲良かったっていうのはあると思うんですけど、団体戦がやっぱり回数を重ねてきているので、でも海外の選手とも仲いいじゃないですか。そうですよね。ライバルであるんですけど、やっぱりみんなスケートファミリー、お互いがその努力を多分見てる。なんか気持ちいいですよね。お互いに順位関係なく称え合ってよかったねっていうね、いう姿を時々拝見しますけど、本当はどうかわかんないですけどね。僕がそういう生き方をしてるんで。でも単純な話、三浦選手とかこの木原さんのすごいスピードで投げられるって言いますか、空中にポーンっていくじゃないですか。相当な速さっていうか怖さとかはないんですかね。スピードがないと逆に怖くなってしまうので、もうスピードでもういっちゃう。ポンって言ってくれみたいな。でも千秋さんとかでスケートやったことあります？そもそもあるけど大変じゃないですか。あんなツルツルしたものの上を。あんまり得意そうじゃないですよね。得意じゃないですね。ちっちゃい頃よく言ってましたけど、僕らの世代ってちっちゃい頃ってスケート必ずやってたんです。
家族で必ず行くんですよね。僕京都なんですけど、はい、京都のすぐ近くにスケートリンクがあって、そこにその時好きだった女の子を連れ出して、素敵スケート場だと普通に手つなげるじゃないですか。ありますね。私たちできないんでそれ。そうなの。もともともう滑れるから。あ、そっか。だから滑れない国とか。すでに手つないでるけどね。本当だ本当だ。はい、今日はこのいつもお一人のゲストの方に、2週にご登場いただいて10曲セレクトしていただいてるんですが、今夜はスペシャルということでお二人に2曲ずつご自身の人生を彩る人生のサウンドトラックをセレクトしていただきます。では1曲目、はい、1曲目はよろしくお願いします。三浦璃来さんからです。はい、はいはい、私三浦璃来の人生のサウンドトラック、1曲目は緑黄色社会のシャウトベイビーという曲を選んできました。これはどんな時に聴いていたとか思い出は？これは2020年のコロナ禍の時なんですけど、当時表情練習もなくなってしまって、カナダで陸上トレーニングしかできなかった時に、木原選手、当時木原選手の、お家まで毎日歩きながら聴いていて、歌詞なんですけど、どこにたどり着けばいいわからなくて、ただすがりついて毎日の不安をかき消すほど胸を焦がす、憧れなど消えない変わりたいが当時の心境とすごく重なっていたので毎日聴いてました。なるほど。やっぱりこう結構不安というか、その練習ね、氷の上に行けないっていうのは。そうですね。あと当時まだ、大学1年生でカナダで初めて1年半ほど、日本に帰れない時期を過ごしていて、精神的にもすごく不安定になってしまって、練習もできない、何のためにカナダにいるんだよっていう風な気持ちになっていたので、その時にこの曲にすごく救われたなっていう風に思ってます。じゃあちょっとこう元気が出るというか、はい、そのモヤモヤしながら、こう陸上練習をしながらも、はいね、木原さんはちょっとお兄ちゃんなわけですけど、そういうこう陸さんの焦りというか、なんかこうちょっと大変そうだな精神的にみたいなのは隣にいておもんばかったりされてたわけですか？そうですね、ちょうどコロナ禍に入った時で、日本にも帰りたいけど、でもオリンピックの出場を取らないといけないのでカナダに残らないといけないっていう非常に難しい状況だったので、三浦選手、りくちゃんと今日呼ばせていただきたいんですけど、りくちゃんかなり気持ち的にも辛そうだなっていうのは見てて、僕も感じてた時期です。コロナの時って僕はもうコンサートの仕事をしてるんですけど、コンサートも当然できなくなって、そうすると歌ってるアーティストも同じ思いだったと思うんですよ。表現の場を急に失うみたいな。で多分練習の場もなんかこの先どうなるんだろうっていう不安があの時蔓延してたじゃないですか。なんかね、すごい多分全世界的にで、そこからみんながなんとかポジティブになろうとこうね、それで割と僕救ったのは音楽だと思うんですよね。辛かった日々がふっと忘れるぐらい今が変わったんで嬉しいですね。でもあれがあったから今があるとも思うし、そう思います。つながってますね。じゃあ緑茶聞きましょうか。はい、それでは聞いてください。緑黄色社会でシャウトベイビー。いつもと違う髪の匂い、お届けしたのは三浦選手の人生のサウンドトラックから緑黄色社会シャウトベイビーでした。数年経ってますけど、今でもこの曲を聴くとちょっと思い出すですか？もう試合前は必ず聴いてます。そうなんですか。モチベーションを上げる曲でもある。はい、あともうやっぱりコロナ禍がすごく辛かったので、それをもう忘れないように、それがあったからこそ、今につながってるんだなっていうふうに思っているので、忘れないようにって言えるところがいいな。いいですね。忘れたい人もいっぱいいるんである強いね。先ほどは三浦選手のね、緑茶の曲を聴いたんですけど、シャウトベイビーセレクトしていただきました。さてどうですか次は？僕木原隆一の人生のサウンドトラック、1曲目はバンプオブチキンの愛という曲です。バンプ来ました。しかも新しいバンプ。そうですね。こちら2025年去年の12月にリリースになりましたテレビアニメ僕のヒーローアカデミアファイナルシーズンのエンディングテーマという、
これはお二人も2人とも大好きで先ほどの旅行者社会の曲も、ヒロアカのエンディングの曲なんですよ。そうか。はい、そうですね。2人ともヒロアカが大好きで、そのアニメを見ている中で、バンプさんこの曲に出会って、試合前ずっと聴いてました。これはやっぱりなんかこうね、藤君の曲っていうのはすごく背中を押してくれるというか、こう、はい、もう歌詞がなんかすごく響いて、バンプって勇気をもらうというより何なんだろうな、心に刺さる。そうですね。本当に今回このやっと見つけたここまで来たっていうのは、この自分たちがこの7年一緒に積み上げてきた、やっと見つけたっていうのは、もう触れるよっていうのは、この自分たちの中でこの金メダルが近く手の届くものにあるっていう、自分たちに置き換えて、そうですよね。試合前本当にずっと聞いて、毎日1日1回滑る前必ず聞いて、嬉しい話ですよね。ですってよ。でも僕やっぱ他の方とか、例えば全然違う陸上選手とかも突然意外なバラードを試合前に聞くっていう人がいたりとかで、それなんでって言ったら、その方が心落ち着くからって。あと上げる曲じゃなくってバラードっぽいのがいいっていう人もいれば、そうですよね。みんなそれぞれなんですよね。テンションとしてはどっちかっていうと、試合前は上げていきたいタイプです。割とこう一日の生活の中で音楽を聴いている時間っていうのはどのくらいあったりするんですか？リンクに行く前は必ず自分のマイブームの曲、自分たちのマイブームを必ず車の中で流して、それがルーティン化。そうなんですね。ちなみに今マイブームはこの曲以外だとどういう感じなんですか？マイブームはやっぱりミセスさんのこととか、やっぱり練習行く前にずっと聴いてましたね。そうなんですね。今は、練習の拠点はカナダっていうことですけど、こうやっぱり日本の曲とか恋しくなったりとかってあります？常にでも日本の曲を聴いてます。そうなんですね。でもやっぱ詩の世界観をね、さっきから言ってるから、詩にやっぱ触れることが大事なのかな。ありますね。やっぱり元気づけられます。じゃあ聞いてみますか、バンプ。聞きましょう。じゃあ木原さん、曲紹介お願いいたします。はい、それでは聴いてください。バンプオブチキンで愛。お届けしたのは木原選手の人生のサウンドトラックからバンプオブチキン愛でした。なんか今曲を聴きながら、木原さんは割とこう好きなものがあったらそればっかり聴いちゃう。いつもやっぱり気に入ったらずっと同じ曲を流してしまうので、その練習に行く前にその音楽を流すんですけど、同じっていうのはその曲ばっかり流すってことなんですか？そうです。その曲がちょっとうざいですよね。リピートです。なんか他の曲と合わせてローテーションだったら全然いいんですけど、でもハンドル側に音楽操作がついてる。リキちゃんが変えても僕が戻せるようになってるので、主導権がそこである。主導権が僕にあります。なるほどなるほど。でニックさんはどういう聴き方のスタイルなんですか？私でも自分で操作できないので、こちらが主導権を握ってます。車の中では僕が強いです。車の中だけ。そんなことないよ。というでもすごく音楽たくさん聴いてくださっているお二人ですけども、では続いては三浦璃来さんの人生のサウンドトラック2曲目でございます。はい、私三浦璃来の人生のサウンドトラック2曲目は KD ラングのハレルヤという曲です。ここが意外でしたね。やはりカナダに行かれてるから KD ラングなのかなという、カナダを代表するシンガーソングライターですけど、私たちの2021年から2022年のショートプログラムでこの曲を使わせていただいていて、初めて世界と戦えるという自信が持ってた時のプログラムの音楽となっているので、今回選ばさせていただきました。これね、要するにスケートとか、やる時の曲の選び方って誰がどういうふうにどんな感じでやってるんですか？やっぱり最初はコーチの方と相談したり、その振付師の方と相談して、その自分たちに合う曲を提案していただくんですけれども、自分たちから曲を持っていくっていうこともあるんですけど、やっぱりなかなか
滑りたい曲と合う曲って確かに一致しないんですよね。そうか、そうなんですね。なかなかその自分たちの曲が意見が通るってことは少ないかなと。例えばどんな曲をプレゼンとか。やっぱり僕たち映画のサントラストーリー性のあるものが好きなので、そういったものをよく提案させていただくんですけれども、なかなかその振付師の方から多分これは雰囲気合ってないしっていうのもあるので、それは振付師の意見の方が強いんですね。そうですね、やっぱりプロの方なので、振付師の方を信頼してじゃあちょっと違う曲にしますということで。なんだよとか違うんですか。滑りたかったなっていうのはあります。このハレルヤってもともとレナード・コーエンの、がオリジナルでケイディ・ランがカバーしてるわけですけど、女性の声でね、滑るっていうのもなんかすごくこう好きというか、どういうとこがお好きなのかなと思って。本当に歌声もそうですし、曲が聞こえてくると自然に踊ってしまう、プログラムに乗せて本当に大好きな曲です。これやっぱね、カナダって独特な雰囲気ありますよね。アメリカとは違うし、ヨーロッパとも違うし、でも微妙にね、フランス語が通じる、フランス語が結構母国語に近かったりとか、カナダすごいなんかカナダってなんか音楽的に言うと不思議なとこですよね。そうですね、どうですか、カナダの生活はお好きですか？はい、自然もすごく豊かですし、皆さんが本当に優しくて、英語があんまり堪能ではないんですけど、皆さんが本当に優しく喋りかけてくださるので。でも相当英語で喋らなきゃいけない場面多いじゃないですか。はい、日常会話はできます。本当に？なんでだったらもっと喋ってる。じゃあそのスーパーのやり取りとかなんか喋りたくなると、僕こうやって指で出すの。喋れと難しいことは喋れない。そういうことはもう龍一さんに。僕もそんな喋れない。単語だけみたいな。いやでもリキさん確かリスニングがすごい。はい、リスニングはできます。僕より多分いいと思うんですけど、英語力。多分じゃあ聞いて喋ればいいじゃないですか。確かに。2人でペアだから。そうです。でもそういう風になんかこう日常生活でもこうお互いフォローし合いながら。そうですね、本当に2人でいつもフォローしてますね。そうなんですね。でもなんかいいな。日本でやるよりもカナダで練習した方がいいってことですよね、要するに。私たちのやっているペア競技っていうのは、今日本に指導者の方もいらっしゃらないので。ですよね。カナダになります。そうか、やっぱそこの部分が大きいわけですね。そうですね、やっぱり危険が伴うので、なかなかそのシングルの方と一緒に練習するっていうことも難しいので。そうか。またテクニック的には全然そのシングルの方、もちろんシングルでも滑れると思いますけど、全然また違う部分っていうのが多そうですよね。全く別物だよね、あれは。ペアとシングルのトレーニング方法も全然違うので、やっぱり最初は難しかったですね。もともとお二人それぞれシングルで滑られて、で途中から転換されるわけですけど、やっぱりその辺が一番大変だったですか？人と滑る。私は小学校本当に低学年の頃からペアにすごく興味を持っていて、木原選手の前のパートナーと滑らせていただくことになった時に、もうすぐにペアやりたいって言って転校しました。そうなんですね。で実際やってみて、はい、すごく楽しかった。そうなんだ。やっぱ楽しいっていうのが一番、なんかね、伸びる。日本ではその頃まだペアがね、ほとんど認識もそんなにされてない時代で、ペアとアイスダンスっていうのがあって、あんまり分かってないでしょ？いや、なんとなく分かって、そのルール的にね、距離感とか、ね、ダンスはなるだけくっついてるイメージが。ダンスはジャンプがないです。あんまり離れてもいけないっていう、そうですね、感じだったり、それがやっと今団体競技っていうのができたっていうのもちょっと大きくて、やっぱみんなでこう協力し合うって、まさに最初の話に戻るけど、だからペアやり始めた頃、ペアやる人ってすごいなって思って。いなかったですよね。13年前からそのペアに転校させていただいたんですけども、やっぱり先輩の方もいらっしゃらなかったので、なかなかそういった面では大変なことも。学ぶことができないとか。そうですね。逆に言うと日本にいるとちょっとしたそのアドバイスを求めることってできなかったので、
それ大変ですよね。指導者がいない中でねやっていくって大変じゃないですか。そうですね。でもなんかこうすごい先のことですけど、今現役でいらっしゃいますけど、お二人を見てペアやりたいなっていう子供たちとかがきっと出てくると思うんですよね。そうしたらやっぱりこのお二人がこれからね30代とかになっていった時に、もし指導者という新たなスタートを切ってくださるならば、すごくね、はい、やっぱりいいかなと。それが自分たちの夢でもあるから、日本を本当にペア大国にする、そのシングルよりもペアが強いんだよっていうことを、それが2人の最終目標でもあるので。そうなんですね。もちろんもうしばらくね現役のお姿を見ていたいですが、ありがとうございます。でもね、今日も話したように、まずスケート場に行ってもらってね、滑ってもらうっていうのが最初の一歩かな。それで楽しさを覚える。で僕らが邪心が多いから彼女を連れて手をつなぐっていう理由で言ってるんだけど、でもそれもそれでいいですよね。でもそれでいいと思います。それでいいですよね。そしたらペアになってるじゃないですか、すでに。もう手つないでるんでね。手つないで。すいません。いや全然いいと思いますよ。急に昔のことを覚え出した。思い出した。なんかフラッシュバックしちゃった。フラッシュバックしちゃって。じゃあここで三浦選手にご紹介いただきたいと思います。曲紹介よろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。KDラングでハレルヤ。お届けしたのは三浦選手の人生のサウンドトラックから KD ラングハレルヤでした。いい曲ですね。はい。なんかね、聞くとやっぱりちょっと滑りたくなっちゃう。なりますね。やっぱりいろいろ思い出すよねこれ。スケート人生の転換、ターニングポイント。ターニングポイントの曲なので。私たちいけるなって思うのはどんな瞬間だったんですか、このプログラムでってさっきおっしゃってた。当時結成して、コロナ禍があって2年目で初めての世界選手権出させていただいたんですけど、その時にたくさんのコーチの方にあなたたちはトップ10に入るよっていうふうに言われていて、それは本当に信じられなかったんですけど、実際10位に入って、それが本当にこの曲の時だったので、たくさんの方に支えられて、曲にも支えられて。でもこうやってほら毎年曲を変えていくわけじゃないですか。その曲に対するそのオマージュとか思い出みたいなんて、やっぱそれぞれの曲にそれぞれのなんかものが紐づいてるってことでしょ。全ての曲にその一つ一つの思い出が詰まってますね。ということでお知らせの後は木原選手の人生のサウンドトラック2曲目を伺います。今夜は陸流ペアこと三浦璃来選手と木原龍一選手をお迎えして、お二方の人生のサウンドトラックについてお伺いしております。続いては木原選手の2曲目のセレクトを伺いたいと思います。どんな曲でしょうか。はい、僕木原龍一の人生のサウンドトラック2曲目はアンドレア・ボチェリのついに自由にという曲ですね。これはもう今回皆さんもご存知の曲ということになりますけれども、はい、やっぱり選んでいただいたのは。そうですね、この曲っていうのは初めて自分たちでその振付師の方に滑りたいっていう強い意志を示して、一番最初は違う曲で振り付けが進んでいたんですけれども、やっぱり自分たちはこの曲で滑りたい、これが夢だったので、やっぱりこのオリンピックでこの曲を滑るっていうのを諦めきれなかったので、振付師の方、コーチの方にもう一度お願いして振り付けをもう一度作り直していただいて。それでどのくらいの期間でオリンピックに至るわけですか、その曲変えて作り。振り付けは5月だったんですけど、その振り付けを進めていく中で、やっぱりその一番最初にいただいた曲っていうのが自分たちの中でちょっと違うかなっていう思いがあって、その中でやっぱりこのついに自由にっていうのはやっぱり絶対滑りたいっていうことで、結構ここせめぎ合いがあるわけですね。そうですよね。だからね、下手したらオリジナルの人もいるわけじゃないですか。そうですね、いずれはオリジナルとかも滑ってみたい。いや、このバージョンがすごいアンドレア・ボチェリさんの曲で滑りたいっていうふうに、そこはミラノだからとかそういうのはあったわけですか。っていうのも少しありました。やっぱり会場の観客の皆様にそのイタリア語だとやっぱり盛り上がっていただけるかなっていう思いもあったので、競技なんだけどお客さんが拍手したり盛り上がるってすごく面白いなっていうのを前から思っていて、ああいうのはやっぱり滑ってて
嬉しいですよね。はい、本当に会場の熱がそのまま伝わるので、滑っていてもすごく心から楽しく滑ることができました。イタリアの観客っていうのはやっぱ盛り上がる人種の人ですよね。全ての国の選手に対して温かく応援してくださって、そうですよね。それがその滑ってて僕たちも感じましたし、やっぱりその緊張してる中で応援していただけたので、それがすごいパワーに変わったっていうのを覚えてます。緊張ってどのくらいするんですかっていう言い方変ですけど難しいですね。いやなんていうの、数字で表せないから。いや例えばショートだと割と気が楽とか。ショートの方が緊張しますね。そうなんですか。はい、失敗してしまったら終わりっていう風な、イメージがあったので、だからこそ今回のショートプログラムで大きなミスをして、もう表彰台も無理だなっていうふうに思っていたので、そうじゃないとこがすごいよね。いやもう本当に皆さんから言われていらっしゃると思いますけど、でもシーズンの本当に最初とか、本当に結成した当初っていうのはすごく緊張していたんですけど、やっぱりもう積み重ねて失敗も経験ということで、その裏打ちになって、オリンピックのフリープログラムでは緊張はしなかったです。そうなんですか。割とじゃあ楽しいか。でも途中がちょっと笑顔になってますもんね後半木原さんとか。前日にリフトの失敗があったので、その3つ目のリフトが終わるまでっていうのは気が抜けなかったんですけども、映像を見返してみるとその3つ目から表情がすごい緩んできてたやっぱあったんですよね。やった感。そうですね。俺やったぞ感がすごい。全ての得点を獲得したっていうふうに確信したので、よしって思いました。って思ったよね。ありました。やっぱそこは2人でその時よし私たちよしだよねみたいなことは滑りながらこう伝わり合うわけでしょ。でもやっぱりその最後のエレメンツまで気が抜けなかったので、終わった瞬間はもうやってきた全てのことが報われた瞬間、本当に良かったねって。でもあれですよね。日本中の人がテレビの前でってやってたっていう。大号泣のね。この曲聴いただけで泣いちゃうっていう人いらっしゃると思います。やっぱこう音楽とそのシーンってどっかでリンクしてるじゃないですか。だから音楽ってすごいなと思うのは、昔のことを思い出す。さっきのハレルヤもそうだけど、ハレルヤ聞いたらあの頃のコロナの時のって思い出したりとか、やっぱすごく僕音楽とも相性がいいと思うんですよ。でも音楽がないと滑れないんですもんね。そうですね。滑れないです。音楽必要ですね。じゃあ木原さんこの曲をご紹介ください。はい、それでは聴いてください。アンドレア・ボチェリでついに自由に。Soltanto un sogno ogni attimo, soltanto a te。お届けしたのは木原選手の人生のサウンドトラックからアンドレア・ボッチェリついに自由でした。ということで今週は陸竜ペアこと三浦璃来選手と木原龍一選手のお二人に2曲ずつ人生のサウンドトラックセレクトいただきました。三浦選手のサウンドトラックからは緑黄色社会のシャウトベイビー、ケイディ・ラングハレルヤ、そして木原選手のセレクトはバンプオブチキンの愛、アンデレア・ボチェッリついに自由にということでしたけども、今さっきこのついに自由には去年一回これで滑りたいなと、出しました。でもその時は却下されました。それやっぱちょっとその戦う感じがお二人のペアには合わないということで、やっぱりその2人の雰囲気に合わないっていうことで、ちょっと柔らかい感じというか、そうですね、どちらかといったらなんかほんわかしてるような、お二人で協力しているような関係のイメージがあったので、やっぱりその刀剣士でこう戦っていくイメージじゃないっていうことで、なるほど。で去年のシーズンは一回ちょっとじゃあってなったけれども、やっぱり今シーズン、大一番には使いたいなっていうふうに思って、一度また今年も最初に出したんですけど、それでもやっぱり却下されてそうだ、2回却下、でもやっぱり2人です絶対この曲じゃないと、この曲でオリンピックを滑りたいって絶対後悔すると思って、
まあ、そういう思いもあってその最後のシーンまで行き着くとなんかストーリーとしてはすごいですよね。ねなんかね。そしてね、その戦う相手をそのお互いではなくて、その掴み取るために、運命それに向かって、まず曲を勝ち取るために戦ったわけじゃないですか。はい、めっちゃ戦いました。めっちゃ戦いました。そこから戦いが始まってるわけで、そういう時はどういうこう言葉でっていうか、どうしてもオリンピックこれっていうのはどんな言葉で伝えたわけですか？シンプルにやっぱりこの曲でオリンピック滑るのが僕たちの夢なんだっていうことを一番伝えたいことを伝えました。そしたら分かってくれた。はい。じゃあちょっと今ね、それも振り付けちょっとスタートしてるところだ。そうなんですよ。はい。やっぱり振付師さんからするとその王道の曲は避けがちみたいなのがあったので、本当にザ王道みたいなの持ってったので、逆に誰かと被っちゃうかなっていうふうに思ったんですけど、被ることもあるんですか？被らなかったですね、このバージョンは本当に。あるんだ。でも被ることよくあるので、やっぱ王道の曲だと。そうか。でもそしたら一つの大会で同じ曲で別、オリンピックでありました。そうなんですか。でもこのバージョンは被ってない。そうなんですよ。いや、それもどっかで戦いなんだ。いや、ちょっと計算、そうですね、早くリリースした方がいいかなってあったんですけど、そうか、先手必勝で先手必勝もありかなっていうふうに思った。リクリは今回これフリーはこれを滑るよって言っちゃうっていう。いや、なんかすごいいろいろ話伺えて今日はすごかったですね。そうですね。なんか思い残すことないですか？もうこのままカナダ行っちゃうんですもんね。しっかり思い残すことはないです。東京で美味しいものを日本戻ってきて好物はいっぱい食べたり。お寿司食べました。お寿司食べましたか？僕なんかセットリスト作りましょうか。なんか曲。お二人のおすすめの最新のとかですね。でも主導権ね、握ってが持ってるんで。飛ばされたり、飛ばされて、またでもここは好きみたいな、変な曲選びやがってみたいなね。好きなところでは止まっていただいて、はい。これからもぜひ音楽を聴いていただきたいと思います。じゃあ本当にすぐカナダだと思うんですけど、体だけは気をつけて。ありがとうございます。頑張ってください。引き続きご活躍を楽しみにしています。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今週はスペシャルゲスト、りくりゅうペアこと三浦選手と木原選手お二人をお迎えしました。今、撮り終わりましたけど、そしたら初ラジオっていうのがね。でまたね、関西宝塚なんで、お父さんがね FM 聴いてるってさっきね言ってて嬉しいですね。そして音楽これだけ愛していただいて、なんかすごく幸せな1時間でした。アスリート、いろんなアスリートを応援するっていうのはこういうことですよ。広げてほしいです。広げてほしいです。はい。ということでそろそろお別れの時間です。